回の動画では大日本帝国海軍が保有した全ての軽巡洋艦をざっくりと紹介いたします。大正時代から昭和戦前期、そして終戦時までの多種多様な任務に対応すべく独自な進化を遂げた日本軽巡の姿をご覧いただければと思います。天竜型軽巡洋艦は日本初の近代的な軽巡洋艦です。第一次世界大戦で偵察型巡洋艦の活躍が認められると、イギリスからの建造の勧めもあり、日本でも偵察型巡洋艦の建造が行われることになります。天竜型はイギリス軽巡のアリシューザ級などを参考にし、14センチ砲に統一された主砲を持ち、機関部に 10.2 センチ砲に対する高端性も備えています。艦橋基部には装甲化された司令塔を持つなど、従来の防護巡洋艦に比べると格段に優れた防御力を持っていました。一番艦の天竜は大正8年1919年11月20日に竣工いたしました。天竜はしばらく水雷戦隊の旗艦を務めますが、特型駆逐艦が整備される1930年代に入ると能力の不足が目立つようになり、しばらくすると予備艦として第一線からは退きます。しかしシナ事変勃発に伴い現役に復帰すると中国方面で展開、同時に練習艦としての運用も行われました。1941年の開戦後は南方攻略支援や珊瑚海海戦に参加。さらに第一次ソロモン海戦では無理を押して参加すると敵駆逐艦に打撃を与えることにも成功します。しかし速力の衰えは隠せず、1942年12月18日潜水艦アルバコアの雷撃により沈没してしまいます。竜田は1918年5月29日に竣工した天竜型の2番艦です。竣工した竜田は第一艦隊第一水雷戦隊に所属し、シベリア出兵では護衛任務に就きます。また1934年3月12日の友鶴事件では転覆した友鶴の乗員の救助活動や栄光を行います。開戦後、竜田は主要な海戦に参加する機会には恵まれませんでしたが、後方で訓練部隊の旗艦などを務めました。しかし戦況の悪化から前線へ復帰し輸送任務に従事するも、1944年4月13日敵潜水艦からの雷撃を受け、必死の応急処置も虚しく沈没してしまいました。姉妹艦である天竜との性能の違いはありませんが、よく見ると艦橋の構造や主砲シールドの使用が異なっているのが特徴です。また後部にあるマストは天竜が2本の柱を継ぎ足した形に対して、竜田は1本の支柱で構成されているなど、厳密に言えばかなりの相違点が見られました。熊型軽巡洋艦は当初天竜とほぼ同型の艦として整備される予定でしたが、アメリカがより大型な軽巡洋艦の整備を決定したことで、日本でも戦型を大型化させた中型巡洋艦の整備が決定します。これが日本軽巡の基本形となった5500トン型軽巡で、最初の5隻は熊型軽巡と呼称されました。熊型は船体の大型化による居住性の改善、さらに雷装は天竜型よりも 30% 増強されており、3本の支柱によって構成された艦橋は主砲射撃式装置の搭載が行われています。大戦中、熊型はじめ5500トン軽巡は艦隊のワークホースとして多種多様な任務につき前線を支えました。熊は熊型軽巡洋艦のネームシップで、大正9年1920年8月31日に竣工しました。熊の外見的な特徴は、煙突の煙路から雨水の侵入を防ぐための雨水除去装置で、ずんぐりとした独特な形状をしていました。この装置は1929年から設置されたと考えられますが、初期の雨水除去装置は乗員から不格好だと評判も悪く、次第に撤去されてしまいます。ただ熊は初期の装備が維持されたことで、同型艦との判別がしやすい船となりました。1941年の開戦後、熊はフィリピン攻略作戦に参加するも、その後は主要な海戦に参加することはなく、輸送や哨戒任務に従事します。そして1944年1月11日、イギリス潜水艦からの雷撃により沈没してしまいました。多摩は熊型巡洋艦の2番艦で、1921年1月29日に竣工しました。この姿は竣工から年月が経過した1942年頃の北方作戦時のもので、独特な明細が施されていました。多摩は熊に比べると雨水除去装置が小型で、煙突のデザインは随分とすっきりとしているのが特徴です。また他の姉妹艦に比べると艦橋の形状も異なっており、全体的に精悍な印象があります。開戦後、
しばらく北方にあった玉はアリューシャン方面の支援を担当し、アッツ、キスカ両島の占領に貢献しています。その後は戦局の変化に対応するため北方と南方とを転戦し、輸送任務などに従事しました。最後は1944年10月25日、沿岸の岬沖海戦で事実上のおとりとして参加すると、敵艦載機の雷撃によって大破し、速力が大幅に低下。一時はイスズが護衛のもと撤退を行いましたが、単独での航行を行わざるを得ず、米潜水艦からの雷撃によって沈没。生存者がいない凄惨な最後となってしまいました。北上は熊型巡洋艦の3番艦で1921年4月15日に竣工しました。一見すると標準的な熊型巡洋艦に見えますが、海軍で新兵器の酸素魚雷の開発に成功すると、主砲を一部撤去し、61センチ4連装魚雷発射管を両舷合わせて10機、合わせて40門の魚雷発射管を備える非常に特殊な巡洋艦へと改装を受けることになりました。この姿は戦後、従来装艦と呼称されることがあります。従来装艦は酸素魚雷を用いて超遠距離から魚雷攻撃を行い、敵艦隊を撹乱し打撃を与えるという目的があり、改装工事は開戦直前の1941年9月30日に完了しました。しかし、開戦の主力が空母と航空機へと移ると、従来装艦が活躍するような戦況ではなくなり、一部雷装を撤去して高速輸送船としての運用が行われます。しかし、さらに戦況は悪化の一途をたどると、北上は再び大改装を受けることになります。これは1944年8月以降の北上最終時の姿で、人間魚雷、回天の搭載艦として運用されることになるのです。回天は、人間を部品に使った特攻兵器で、一度出撃すれば搭乗員は二度と帰ることはありません。北上に搭載された回天は機上により順次後部へ移動し、スロープから海中に発進する仕組みで、船体に大きな改装も加えられています。従来装艦時代とは大きく艦用を変えた北上でしたが、代償として後部タービンは取り外されたため、速力は36ノットから23ノットに低下。巡洋艦としての性能は低下しています。回天搭載艦北上の任務は攻撃ではなく、回天の輸送や訓練用の目標艦を務めることが想定されており、艦の後方にある20トンクレーンは回天を回収するためのものです。ただ、本土決戦が現実的なものとなると、回天を用いての特攻任務も想定されることになります。しかし、1945年7月24日、呉軍港への空襲により北上は大破。そのままの状態で終戦を迎えると、福音船を補助する工作艦として運用され、1947年に解体。その生涯を終えました。大井は熊型巡洋艦の4番艦で、1921年10月3日に竣工いたしました。大井は熊型の中で唯一、ブラウンカーチス式タービンと呼ばれる機関を搭載していましたが、未成熟な方式であることも手伝い非常に扱いづらく、頻繁に故障を引き起こしてしまいます。そのため、就役直後にもかかわらず練習艦として運用されることが多くなってしまいます。ただ、大井は練習艦としては最も新式な艦であるため重宝され、宮殿下が乗艦するお召し艦としての役割も果たしています。その後、北上と同じく従来装艦として改装を受けることになりました。北上とは前部マストの構造物にかなりの違いがあり、時期によっては魚雷のシールドに相違点が見られたようです。しかし、従来装艦に改装された大井は活躍する機会が訪れず、結局、急造の高速輸送船として運用されると、対戦哨戒用の設備が不足していたことがたたり、1944年7月19日、敵潜水艦からの魚雷を機関部に被弾。これが致命傷となり、沈没してしまいました。なお、大井という艦名の英語表記は、王と愛の2文字で、世界一。名前が短い船として知られています。慶順木曽は1921年5月4日に竣工した熊型巡洋艦の5番艦で、四角形の武骨な艦橋を持っており、煙突の上部が膨らんだ第1、第2煙突と、膨らみがない第3煙突を持つ点も姉妹艦との大きな相違点です。この煙突の膨らみは旧型の雨水除去装置で、そろばん玉とも呼ばれました。木曽は5500トン軽巡の中で唯一カタパルトを持たず、クラシカルな姿を最後まで維持しました。開戦後、木曽は玉と共に北方海域にて輸送任務や哨戒活動に従事すると、1943年のキスカ島撤退作戦まで北方海域で活動していました。戦況の悪化とともに木曽は南方へと転戦しますが、
1944年11月13日、マニラ空襲によって大破着底してしまいます。しかし、艦の機能が一部維持されたため、沈没認定はなかなかされず、軍艦機の掲揚がしばらく行われていたという逸話が残されています。その後、放置された基礎は終戦を迎えましたが、解体されたのは1955年のことでした。夕張は、1923年7月31日に竣工した試作軽巡洋艦の一隻で、同型艦はありません。1921年頃、軍艦の建造費を抑えるための施策が検討される中で、駆逐艦式の設計を行って船国重量を大幅に抑え、旧来の5500トン型と同程度の武装と性能を施した小型巡洋艦の整備が決定し、これが夕張となりました。設計は平賀譲造船大佐を中心に行われ、試作艦ということで建造が早められた結果、1年2ヶ月弱という短期間で竣工に至りました。しかし、当初よりも排水量が課題となり、速力や航続距離に問題を抱え、また、小さすぎる船体のため、居住性が劣悪など、夕張の設計はその後の日本軽巡の設計にはあまり影響を及ぼしませんでした。しかし、古高型をはじめとした重巡洋艦の技術的な出発点となり、日本の艦船史の中で重要な位置を占める艦となります。開戦後の夕張は第一次ソロモン海戦で活躍を果たすも、タービンの不調のため速力の低下に悩み、戦闘中に停電を引き起こすなど老朽化の影響が目立ちました。乗員たちはいざという時は夕張を座礁させて陸戦隊となって戦うことを覚悟し、軽機関銃や小銃を積み込んで開戦に臨んだというエピソードを残しています。その後、船団護衛に従事しますが、1944年4月28日、米潜水艦からの雷撃によって沈没してしまいました。長良型軽巡洋艦は6隻が建造された熊型の改良型といえる船で、5500トン軽巡洋艦に分類されています。熊型と比較すると上甲板の形状に違いがありましたが、改装を経たことで長良型と熊型は非常によく似た艦となりました。武装にも違いがあり、熊型の53センチ連装魚雷から長良型は61センチ連装魚雷4機に換装されたことで攻撃力が向上しています。長良は大正11年1922年4月21日に竣工した長良型軽巡の一番艦です。長良は典型的な5500トン巡洋艦のスタイルで、四角い箱のような艦橋と3本並んだ煙突を備えていましたが、昭和初期の姿は艦橋が前に膨れているのが特徴です。ここは航空機用の格納庫になっており、さらに主砲の上部に設置された滑走台から航空機を発艦することが可能でした。しかし、着艦を行うことはできず、収容は別の船が担う必要があるため使い勝手が悪く、後に撤去されることになりました。地味な印象もある長良ですが、大戦初期の主要な海戦の多くに参加。ミッドウェー海戦では空母赤城が放棄された後に司令部機関を務めると、第3次ソロモン海戦では敵駆逐艦の撃沈に貢献しました。戦争の後半は輸送艦のような運用を余儀なくされますが、兵員の輸送や損傷艦の救援、さらに本土の疎開者の輸送を務めた功労艦でした。しかし、1944年8月7日、天草諸島近海で米潜水艦からの雷撃により沈没してしまいました。軽巡いすゞは、1923年8月15日に竣工した長良型の2番艦です。1916年に設立した自動車会社、いすゞと同様に、三重県のいすゞ川が名前の由来になっています。また、山本五十六や山口多聞といった、後の帝国海軍を代表する提督が艦長に就いたことでも知られています。大戦中、いすゞは戦線から離脱した陣痛に代わって、精鋭である第二水雷戦隊機関を務めた時期もありましたが、米空母、エンタープライズの空襲により大きな被害を受けると、1943年末に再び空襲で大破してしまいます。しかし、これを契機にいすゞは防空能力を大幅に強化した姿へ生まれ変わりました。この姿は戦後、防空巡洋艦と呼称されることがあります。事実上のおとりとして戦った遠賀の岬沖海戦では対空戦闘に奮闘しますが、潜水艦の雷撃を受けて大破。長引いた修理が完了した後に、南方の島から陸軍の兵員を撤退させる任務に従事します。しかし、撤退作戦中に再び潜水艦から雷撃を受け、ついに沈没してしまったのです。いすゞの最後は、溺れている陸軍兵士を救出すべく、機関を停止させたことが致命的になってしまったという証言が存在しています。名取は1922年9
9月15日に竣工した長良型の3番艦です。長良と非常によく似た艦用の名取ですが、映像で示した部分において環境構造物に相応の違いが見られます。また後部飛行作業甲板の形状がかなり異なっていますが、この甲板の形状は長良型の各艦で微妙な違いが見られます。このジブリ作品に登場した飛行艇のようなものは98式水上偵察機で、名取を含めた一部の軽巡に搭載されました。98式水艇は安定した長距離飛行を行う夜間偵察機として活用される予定でしたが、機体の強度や巡航速度に問題があり、後に撤去されてしまいました。開戦後、名取はバタビア沖海戦で味方艦艇とともに敵巡洋艦2隻の撃沈に貢献するなど活躍を果たしますが、1943年1月9日に米潜水艦からの雷撃で艦尾を切断する被害を出してしまいます。さらに1944年8月18日に再び米潜水艦からの雷撃を受け、ついに沈没してしまいました。周辺に味方艦艇もなかったことで救助の手はなく、550名の戦死者を出す惨事となりますが、183名の生存者は3隻のカッターに乗り込み、13日間 600km の距離を漕ぎ続け、ついに生還を果たしました。当時26歳だった小林英一大尉の指揮のもと行われた奇跡の航海は、防衛大学校の教育でも取り上げられるほどで、指揮官としてあるべき姿を後世に伝えました。軽巡由良は1923年3月20日に竣工した長良型の4番艦です。それまでの長良型では艦上偵察機の発艦のみが可能でしたが、由良は日本で最初に水上偵察機を搭載した軽巡で発艦と回収を可能としました。長良とは艦用に差があまりないように見える由良ですが、艦橋のてっぺんがフラットになっており、時期にもよりますが武骨な印象に映ります。後部マストにもいくつかの相違点があり、格子状のクレーンも判別できるポイントになっています。また由良はリノリウム甲板が縦張りではないかと考えられています。リノリウム甲板が縦張りだった5500トン軽巡は他に熊などが挙げられます。縦になった詳しい理由は判明していませんが、映像で比較したながらも実はリノリウム縦張りではないかという説があり、一時期における佐世保海軍交渉の技術的なトレンドであったと推測されています。開戦後、由良はベンガル湾での通商破壊では龍城と共に多くの輸送船の撃沈に貢献しましたが、1942年10月25日、敵機からの爆弾が複数命中し沈没。敵の制空権の下での任務がいかに困難か知らしめる結果となってしまったのです。由良は活躍時期が短い上に、特殊なリノリウムの張り方をしていたことが災いしてか、5500トン軽巡の中では唯一プラモデルでキット化されていません。絹は1922年11月10日に竣工した長良型の5番艦です。長良との外見の違いは艦橋で、もともと航空機が搭載されていた艦橋の格納庫の設置位置が低かったため、艦橋の背が低く、天井の傾斜がほぼないのが特徴となっています。また、絹は姉妹艦と機関の構造が異なるだけでなく、蒸気を加熱させることでタービンの回転効率を上げる蒸気加熱装置を備えていました。このため、他の長良型より若干排水量が多いのが特徴です。開戦後、絹はマレー沖海戦に至る過程で敵艦隊の発見に貢献し、輸送任務などで各地を転戦します。戦争末期、絹は栗田艦隊の一員として小1号作戦に参加しますが、駆逐艦浦波らと共にレーテ島への輸送任務を命じられると、度重なる空襲で被害を受けながらも、ついにレーテ島オルモックへの輸送任務を完遂しました。ようやく帰路に着いた絹でしたが、その最中、敵艦載機からのさらなる攻撃を受けると奮戦虚しく沈没してしまうのです。阿武隈は1925年5月26日に竣工した長良型の6番艦です。阿武隈は関東大震災の影響で竣工が大きく遅れた上、さらに就役後の衝突事故によって艦首が切断するなど、度重なる不運に見舞われてしまいます。しかし、この事故をきっかけに船体がダブルカーブ型と呼ばれる形状に改修されて、両派性が向上。長良型の中では最も見分けがつけやすい船となりました。また、長良型の中で新式だった阿武隈は、早くにカタパルトが設置され、開戦直前には酸素魚雷が発射できるように61センチ4連装魚雷発射管への換装が行われています。阿武隈はハワイ作戦、真珠湾攻撃では唯一の軽巡洋艦として参加し、機動部隊の護衛を担いました。戦争が激化する中、キスカ島撤退作戦では第一水雷戦隊の旗艦として、木村正富少将のもと、作戦を完璧に成功させました。
小1号作戦では島艦隊の一員として釣川海峡に突入。しかし魚雷艇の攻撃によって被害を受けてしまい海峡から退きますが、 B24 といった爆撃機の攻撃により直撃弾3発、至近弾4発を被弾。誘爆によって船体が切断し沈没してしまいました。仙台型軽巡洋艦は88艦隊計画に基づいて合計8隻の建造が計画された5500トン軽巡洋艦の最終形です。基本的には長良型と同様の性能ですが、大量の戦艦が建造されるに従い石油の消費量が増大することが予想されたため、石炭を利用する混焼艦の搭載数を増やすことになります。このため煙突が3本から4本になったことが仙台型の外見的な特徴となりました。5500トン軽巡の整備により大正時代の日本の軽巡戦力は数でアメリカをしのぐことに成功しましたが、軍縮条約の影響やワシントン体制の崩壊による国際情勢の悪化により日本の軽巡戦力の数的優勢は長くは続きませんでした。仙台は大正13年1924年4月29日に竣工した仙台型の一番艦です。この姿は近代化改装を受けた1934年以降のもので、煙突の高さが全て同じになり姉妹艦との相違点になりました。仙台は長良型と大きさはほとんど変わりませんが、4本の煙突を備えた姿は遠方から見るとより大型の船に見えたという証言が残されています。仙台の参加したほとんどの海戦は野戦で、遠東沖海戦でイギリス駆逐艦を共同で撃沈、またソロモン海をめぐる海戦でも優先します。しかしまたしても野戦となった1943年11月に行われたブーゲンビル島沖海戦では敵の集中攻撃を受け沈没してしまいます。これはレーダーを用いた射撃で先手を取られた結果であり、帝国海軍のお家芸とされた野戦による優位性は失われてしまったのです。神通は1925年7月31日に竣工した仙台型の2番艦です。かなり大きな箱型の環境によって仙台に比べるとクラシカルな印象がある船で、一番煙突が細く背が高いのが特徴です。この煙突は石炭を使う混焼艦の排煙に用いられました。なお神通を含めて全ての5500トン軽巡は開戦前に重油戦勝艦に改められています。神通は訓練中に衝突事故を起こすと艦首が破損するという大きな被害を受けてしまいますが、修理の際にダブルカーブ型と呼ばれる船体形状に改められたことで、仙台とは船体形状も異なっています。開戦後の神通はスラバヤ沖海戦や一連のソロモン海をめぐる戦いに参加しました。そして1943年7月13日、コロンバンガラ島沖海戦では味方の砲撃を支援するために単焦塔を照射。しかし敵艦から放たれた2500発以上の砲弾が神通を襲い大破してしまいます。それでも攻撃を続け敵艦に打撃を与えるも、さらに魚雷2本を受けて船体が切断してしまいます。それでも浮かんでいた主砲は沈むまで攻撃し続けるという凄まじい闘志を見せつけました。神通は自らを犠牲に海戦を勝利に導いたのです。軽巡中は関東大震災で船体を大きく損傷したため一度解体再度建造を行う手順を踏んだため、当初よりも工事が遅れ1925年11月30日に竣工しました。中は神通同様衝突事故を起こして艦首を破損したことで神通と同じ船体形状に変更されました。仙台型の艦用の特徴は竣工時の船体形状を維持したのが仙台だけで、他2隻が作り変えられているという点です。また中は艦の後方にある連装魚雷が4連装に換装されており、酸素魚雷を発射可能でした。なお神通も開戦前にこの工事を受けて改装されています。開戦後中はスラバヤ沖海戦など初期のいくつかの海戦に参加しますが、1942年4月クリスマス島攻略作戦では敵潜水艦からの魚雷攻撃によって大破。当時舞鶴海軍工廠は多忙の極みで、中の修理が完了したのは1943年3月末になってしまいます。そして1944年2月17日航行不能に陥った阿賀野を救援するために出撃するも米艦載機に捕らえられ、猛攻によって艦首が切断沈没してしまいました。阿賀野型巡洋艦は次世代の水雷戦隊機関を担うべく設計された新鋭軽巡洋艦です。ワシントン軍縮条約の締結によって日本では水雷戦隊の機関の役割を担うという意味での軽巡洋艦は17年間にわたり建造されませんでしたが、
それにより既存の戦力は旧式化を余儀なくされていきます。しかし日本がワシントン・ロンドン軍縮条約から脱退したことで艦歴を重ねた軽巡の代替艦の建造が決定し、これが阿賀野型となりました。阿賀野型は設計段階で広角砲の威力が不足していたことにより、より大型の戦型も検討されましたが、最終的には現場の指揮も考慮して魚雷戦能力を重視した従来の軽巡の発展系としてまとめられました。しかし重量の増大を避けて軽量化された手法は射撃速度に問題があり、対空用に設置された8センチ広角砲の性能は不足していました。そして航空機が主役となった戦場で阿賀野型は苦戦を強いられることになってしまいます。ネームシップとなった阿賀野は大戦中の1942年10月31日に竣工しました。姉妹艦との違いは環境にあり、巨大な遮風装置によって武骨な印象となっています。阿賀野が戦力化された頃にはすでに水雷戦隊が活躍するような戦況ではなく、1943年11月のブーゲンビル島沖海戦では魚雷発射を行うも活躍はかなわず、同月のラバウル空襲により魚雷を被弾し大破。修理のためにトラックに向かいますが、さらに魚雷を受けて航行不能に陥ってしまいます。過労時で生還した阿賀野は工作艦明石の懸命な修理の結果、14ノット程度の速力にまで回復することになりました。しかし本格的な修理を行うために日本本土まで交代を行う最中、米潜水艦から雷撃を受けてしまいます。2本の魚雷は阿賀野の再び右舷に命中すると、手の施しようがなく沈没してしまいました。能代は1943年6月30日に竣工した阿賀野型の2番艦です。阿賀野型は全体的に姉妹艦との差が少ないのが特徴ですが、少なくとも阿賀野と能代の最終形とでは航空作業甲板の形状に違いが見られます。能代は精鋭部隊として名高い第2水雷戦隊機関となると、ブーゲンビル島への支援や輸送任務を行ったものの、敵艦との交戦の機会はありませんでした。また姉妹艦の阿賀野が航行不能に陥った際には救援に駆けつけ、曳航を試みようとしましたがワイヤーが切れて失敗。阿賀野は長良によって曳航されることになります。小1号作戦では栗田艦隊の一員として参加すると、敵の護衛空母部隊と交戦し、1隻の駆逐艦を共同で撃沈します。しかし敵艦載機からの攻撃によって航行不能に陥り、その後の空襲で再び魚雷を受けたことで沈没してしまいました。矢作は1943年12月29日に竣工した阿賀野型の3番艦です。矢作も阿賀野との差は少ないものの、やはり後部の航空作業甲板に違いが見られます。また最終的に矢作は大量の機銃を搭載しており、この点も両艦の印象を異なったものにしています。矢作が戦力化された頃には水雷戦隊の旗艦としては活躍できるような戦況ではありませんでしたが、大戦後半の極めて劣勢な海戦を戦い抜くと、失われた能代の後を継ぎ、矢作は第2水雷戦隊の旗艦となりました。1945年4月、米軍の沖縄への上陸を受けて、矢作は戦艦大和と共に呉を出撃し沖縄の救援に向かいます。しかし敵艦載機からの猛攻を受けると、魚雷を被弾したことで早々に艦隊行動を行うことができなくなってしまいます。激しい攻撃を受けながらも矢作は耐え続け、最終的には魚雷7本、爆弾12発を受けるとついに沈没してしまいました。佐川は1944年11月30日に竣工した阿賀野型軽巡洋艦の4番艦です。佐川は戦後に撮影された写真が残されており、阿賀野型の偽装を詳しく確認できます。佐川が就役した頃には連合艦隊は壊滅状態で、燃料不足で外洋に出撃することすら叶いませんでした。大和と随行することはなく、日本本土で温存されることになった佐川は、矢作から帝国海軍最後の水雷戦隊機関を受け継ぎますが、満足な艦艇もなく海上での訓練も行うことができない状態でした。佐川は空襲を避けるため、福井県の小浜湾に退避しますが、やがて敵艦載機からの攻撃を受けるようになると、舞鶴へと帰還を果たします。機雷で埋め尽くされた中を進む、非常に危険な航海でした。稼働可能な状態で終戦を迎えた佐川は、福音船として活動しますが、最終的に米軍の核実験、クロスロード作戦に用いられることになり、核爆発により大火災を引き起こし海中に没しました。大淀型巡洋艦は潜水艦部隊の旗艦を担うべく設計された軽巡洋艦で、
当初は航空巡洋艦としても構想され、主砲も魚雷も搭載しないという案も存在していましたが、最終的には 15.5 センチ砲と新型の超10センチ広角砲を搭載した高い防空能力と速力を持つ巡洋艦として設計されることになります。竣工当時の大淀の外観で特徴的なのは巨大なカタパルトと搭載機格納庫です。この射出機は錦1号10型と呼ばれるカタパルトで、重量のある水蒸気を射出可能でした。しかし搭載が予定されていた水蒸気試運が満足した性能でないことが明らかとなると、巨大なカタパルトが撤去されて従来のカタパルトが設置し直されてしまいます。新鋭巡洋艦として期待された大淀でしたが、すでに潜水艦部隊を指揮するような戦況ではなく、しばらくは輸送任務などに従事しました。しかし大淀の巨大な格納庫は基幹施設を配置するのに適しているとされ、1944年5月頃、大淀は連合艦隊機関を戦艦武蔵から引き継ぎました。最後の連合艦隊機関は戦艦ではなく、この軽巡洋艦大淀だったのです。その後大淀はマリアナ、レーテの激戦を戦い抜き、帝国海軍最後の勝利となった0号作戦にも参加。さらに制海権も制空権もない中で、戦略物資や民間人をシンガポールから日本本土へ輸送した北号作戦にも参加し、作戦を成功に導きました。その後は燃料不足から暮れにあり、1945年7月からの連続した空襲によりついに大破し横転、終戦を迎えました。香取型練習巡洋艦は、厳密に言えば軽巡洋艦とは異なりますが、今回は香取、鹿島、香椎を3隻まとめて紹介します。旧式化した訓練用の艦船の代替として建造された香取型は、駆逐艦ほどしかない全長に対して広い全幅を持っていました。これは航海に不慣れな士官候補生が疲弊しないように安定性を優先して設計したためです。香取型は戦闘用の軍艦ではないため、カゲロウ型駆逐艦よりも安価な建造費に抑えられていましたが、外国の要人などを迎え入れることも想定し、豪華な内装だったと言われています。しかしアメリカとの開戦は間近に迫っており、外洋航海で香取型巡洋艦が活躍することはありませんでした。開戦時、居住性が高く広々とした船内が注目されたことで、香取は潜水母艦や伊号潜水艦を集中運用する新設の第6艦隊の初代機関を担います。その後輸送船団の護衛につきますが、1944年2月17日、敵艦載機から猛攻を受けてしまいます。軍艦のような装甲がない鹿島では爆弾の信管がうまく作動しづらかったとも言われていますが、魚雷3本と爆弾10発程度を被弾して火災も発生してしまいます。香取は大破しながらも沈没した味方艦艇の乗員の救出に尽力しますが、追撃してきたアイオワや米艦隊からの砲撃を受け、ついに力尽きて沈没してしまいました。脱出した乗員も敵機の機銃掃射で全員戦死、生存者はいませんでした。2番艦の鹿島は海防部隊で井上重義提督が指揮した第4艦隊の旗艦を務めました。その後は戦争を生き抜き、福音船としても活動することになります。福音船時代の鹿島の艦用は小太りの上品な若妻という表現を使って、おっとりとした印象がある船だったとも証言されています。3番艦の香椎は練習艦として運用された期間はわずかで、船団護衛に従事しました。しかし1945年1月、非86船団を護衛中に敵艦載機によって沈没。非86船団はほとんど全滅という多大な犠牲を出すことになってしまいました。香椎で特徴なのは2本の煙突で、これは1942年9月頃に設置された偽装煙突で、商船として誤認させる目的があったとされ、クレーンで吊るされているのがわかります。軽巡洋艦最上は今回の軽巡26隻に含みませんでしたが、帝国海軍の軽巡の立ち位置を分かりやすく示す艦ですので、概要のみ紹介いたします。ワシントン軍縮条約では戦艦の保有トン数が制限されたため、日本は制限の対象外だった排水量1万トン以下、20.3 センチ砲を備える重巡洋艦の整備を重視していきます。しかし、新たに締結されたロンドン軍縮条約では重巡洋艦も制限の対象となってしまったことで、軽巡洋艦の建造枠を利用して、重巡に対抗できる大型の軽巡を整備することになりました。この政治的な理由も重なり建造されたのが最上型軽巡洋艦で、条約執行後は 20.3 センチ砲の搭載を考慮して設計されます。最上は電気溶接などを多用した軽量化が行われるなど、意欲的な設計が随所に見られましたが、
戦隊強度の不足のため十分な能力を発揮するためには時間を要しました。そして軍縮条約脱退後に20.3センチ砲に換装されると、最上は日本従順では最高水準の戦闘力を有した艦となったのです。しかし設計の都合から2番砲塔は行角をつけねばならず、軽巡時代の最上の方がバランスの取れた艦用に見えます。なお従順に改装された最上型でしたが、書類上は2等巡洋艦、つまり軽巡洋艦のままでした。また撤去された 15.5 センチ砲は傑作と評される高性能な砲でもあったため、軽巡、大淀と戦艦大和、戦艦武蔵に流用されることになりました。八十島は非常に不思議な歴史をたどった艦で、もともとは中華民国海軍任杯級巡洋艦2番艦ピンハイとして1936年6月18日に竣工しました。任杯級巡洋艦の建造経緯は1930年頃に遡ります。中国国民党政権は海軍の近代化を計画すると、日本に新型巡洋艦の発注が行われ、建造は播磨造船所が担当することになります。しかし建造中に上海事変が勃発し、日中関係が悪化。中国側は建造中の任杯が接収されてしまうことも想定しましたが、日本側は特に問題視せず、1932年7月31日に書類上は竣工に至りました。任杯級巡洋艦は中型巡洋艦に対抗できる砲撃力を持ち、違法建築のような背が高い環境を備えており、外洋航海能力こそ持たなかったものの、新生中国海軍の中心的な軍艦となりました。2番艦のピンハイは日本の支援を受けながら中国本国で建造が計画されますが、日中関係の悪化から建造が滞ってしまいます。1934年8月に両国で新規協定が結ばれて工事が再開すると、上海の造船所で進水を果たします。その後、日本で偽装工事が行われ、ピンハイは中国側に受け渡されることになりました。しかし、間もなくシナ事変が勃発。任杯とピンハイは日本軍航空隊の爆撃によって大破着底、そのまま拿捕されてしまいます。しばらく放置されていた両艦でしたが、大戦中、護衛艦不足に悩んだ帝国海軍は、両艦を海防艦、伊予島、八十島として再生し、外洋航海能力を付与する改装を行います。この改装は1944年6月に完了し、武装は大幅に減らされたものの、艦種も軽巡洋艦に変更することが内定します。なお、軽巡に変更された理由はよく分かっていません。しかし、伊予島は9月19日にアメリカ潜水艦の雷撃で沈没。このため伊予島が軽巡として分類されることはありませんでした。八十島は無事に軽巡洋艦として分類されますが、ルソン島への輸送作戦に従事中の1944年11月25日、米機動部隊の艦載機に襲撃され、沈没してしまいます。今回は非常に長い動画となってしまいましたが、皆様最後までのご視聴誠にありがとうございました。皆様に告知がございます。なんと、宮豆さんの帝国立体のグッズが2024年の8月20日から、1ヶ月の期間限定で販売されることになりました。普段実験に使用しております、活躍しております、おまんじゅうたちのぬいぐるみや T シャツやメガネ服やマウスパッドなど、他のサービスではなかなか作れなかったグッズを、今回ね、作成してみました。ちょっとね、お金がかかりましたんでね、ちょっと売れないとまずいかもね。今回のこちらのおまんじゅうは、なんとですね、5000円、税込みでの5000円となっておりまして、300個限定になっていますので、ぜひ皆様ね、ちょっと赤字スレスレの金額ではありますけれども、頑張ってね、値段を抑えましたので、よろしくお願いいたします。可愛がってください。音が鳴るプープンもついていきます。影の一押しはね、こちらのですね、大戦艦湯飲みになっていますんでね、はい。キャラクターのイラストをね、描いていただきましたけれども、他はですね、私が描いたイラストになりますんで、よろしくお願いいたします。海外発送にも対応しておりますんで、よろしくお願いいたします。個人的な広告をね、失礼いたしました。それでは皆様、次の動画でお会いいたしましょう。さよなら、バイバーイ。